園庭の中で遊び場を作ろうと思ってます。狭いスペースでも子どもたちが遊べる丸太遊具。ここはね、相模原のね、保育園で、これからちょっと園庭の中で遊び場を作ろうと思ってます。今回はね、ちょっとそんな広くないんですよ。で、木が植わってて、そこのスペースを利用した形でもっとなんかその狭いスペースでも子どもたちが遊べる、丸太遊具、丸太を使った形でちょっといろいろとツリーハウスっぽいような、またそこで遊べるような感じの雰囲気のものを作りたいと思ってます。やっぱり桜の木とかりん、この木はちょっとこのまま残した形で遊び場の中に、遊具の中に入れていこうかなという考え方で、後の植木はちょっともう腐った状態のとか枯れつつあったんで、一応全部撤去しました。で、今こうやって穴開けてるんですけど、これが柱の土台。だけどこう井戸がありましてね、配管が結構地中に埋まっておるんで、それを避けた形で一応柱の位置は決めてます。排水管出てきたんで、これでもいいんですけど、ちょうど排水管掘ってたらこのバブルのとこが漏れてんですよ。だからどうせならバルブをちょっと移動して、それで柱を立てようかなと思ってます。これが材料で、ほとんどこれが種のこの組み合わせでいろいろちょっと作っていきたいと思っております。直径がね、10センのと20センのやつが3メーターもんがあります。で全部これ丸太で草が防虫防風剤処理をされてる丸太なんで、遊具作るの、我々が遊具作るのには非常に作りやすいという素材です。
はい、完成しました。どうでしょう。いや、ポイントっていうのはこの狭い範囲で、これが、3メーターのだいたい2メーターぐらいの空間に、今まで植栽地だったんですけども、ここで、0歳から5歳まで遊べる空間テーマでご依頼があったんで、ちょっと木はやっぱり残したいんで、できるだけこう木の中に12階のスペースを作ったという、そうですね。これやっぱりこの空間で面がいい人だから、やっぱり面積を増やすためにはこの中段で、そこもまたステージとして遊べるで、下と上を遊べるスペースがあると、こんだけの面積でも2倍の空間が遊べる空間ができるんで。これはロッククライミング的な感じで、こうやって登る3歳ぐらいが中心で、これ4歳5歳になるとここでもう自分でこう登ってしまう。年齢によって登る行為が変わってくると。これは大体これが丸太10銭の丸太で切ったやつが大体余るんで、それをこうボルトで留めて、もう完璧にこれが平気です。これもこの20銭の丸太が半端で余ったやつも、これはもうここに登ってブラブラで、ちっちゃい子はもう股に挟んで、一応こうちょっと空間、この枠内っていうよりも周りがゴムチップなんで、少し跳ね出してちょっと空間的に遊べるものが多くできるんで、ちょっと1メーターぐらいここの部分を跳ね出してます。これはちょっとここだけね遊ぶのってちょっと遊具がなかったんで、電気のコード、こういうものを先生の学園の方にあったんで、ちょっとお借りしてシーソーで、これはパイプ、排水パイプ、給水パイプ25銭のやつ、ちょうどこれはこれがここにあったんですよ。で井戸の水を移設しなきゃいけないってちょっと邪魔だったんで、その時ちょっとパイプをやはり多めに買ったんで、それをちょっと利用した形で、これももう2倍材だけで、丸太と2倍材だけで滑り台、あと滑るとか人工芝を使って、見た目もなんかこう芝草でこう滑るような感じのイメージで、あとこの状態もちょっとこれだけだと2、3歳児ぐらいの子だけなんで、0歳から1歳ぐらいの子で、やっぱりちょっとお兄ちゃんなんかの真似したいなっつった場合には、これをね、このホームセンターでこういうカゴ、既製品のもうカゴをこれフックでつけて、これちょっとこれで2、3人乗れますから、ゆりかご的にこれはもうホームセンターでカゴ2000円ぐらいで売ってますので、結構これはもう丈夫です。やっぱしこれはね、0歳に無理なんで、この中に入れてちょっとゆりかご風にこうできるという形で、どうでしょう。それで今日は保育園の遊具を完成しました。今までここの保育園は結構樹木なんかは果実が多いんですよ。でやっぱり収穫もできるとか、このさくらんぼなんかも登って自分たちで収穫されるとか、これさくらんぼで、これがかりん
でここが柿でみかん、そういうのもなんか自分たちで取れる高さっていうのをやっぱしさしたいということがありましたので、まあそういうのも結構楽しめるかなと。かりんの実があるんだよね。かりんだよ。取らないでね。美味しくなるまで待っててね。かりん。取らないよ。それ取らないようだったじゃん。ちょっとねインパクト的にこう色で結構興味引くっつうかちびちゃんたちや。だから最初はねやっぱしちょっとここ前の樹木の中だからその木のイメージでグリーンとちょっと茶色系でと思ったんだけど、ちょっとやはり遊びそこで登ったりなんかっていうのはちょっと色合いで気を引くような色をちょっと使いましたね。まあこういうちょっと我々の仕事として遊び遊具、我々小さい時にもっとこういう冒険的なロープで伝ったり、まあ、原始的な遊びが多かったんで、だけどやっぱりそういう遊びをなんかこう今の子にもなんか伝えたいという形で今後ともこういう遊具を遊び場を遊びの空間を作っていきたいと思っております。よろしくお願いいたします。